it all figured out. Knew which road I would go down. Thought I could do it all on my own, but then you came around. When fate has its way and things fall into place, all the plans you made don't make sense anymore. Honey, I am sure that love was a good detour. That love was a good detour. Well, I had the mountains on my mind, but I was supposed to find someone to share these moments with, someone to share this ride. When fate has its way and things fall into place, all the plans you made don't make sense anymore. Honey, I am sure that love was a good detour. Love was a good detour. 'Cause all the beautiful places I've been and all the dreams that I've been chasing, what would they mean if I hadn't taken the long way around? I found you. さて、そんなこんなでこちらが2026年1月の私のメインクローゼットでございます。ちょっと断捨離したり入れ替えたり、買ったりとかもありつつ、増えたり減ったりをして今こんな感じなんですけれども、いやー結局今が一番いいなって思えるクローゼットだったりするわけなんですけども、そんなにここ半年ぐらいめちゃめちゃ変わったりはしてないんですけども、でもやっぱり黒比率高めで、あとちょっとデニムとかグレーとか、あとグレージュみたいな色とかを置きつつみたいな感じのクローゼットになってますね。で私基本は今やっぱりこのロングスカートに黒いシンプルなトップスを合わせるのが一番自分らしいというか安心するスタイルなので、その安心するって気持ちが落ち着くとかだけじゃなくて、例えば鏡を見る回数が減るだとか、悩まなくていいとか、あと外に出るまでの時間が減るとか、そういう小さな話の積み重ねが今の結局このスタイルだったりするんですけども、結構ねミニマリストの方とかだと黒いワンピースとかだけにしちゃうみたいな方も多分いらっしゃったりとかすると思うんですけど、私はもう黒いロングスカートとトップスで分けて着るのが好きでございまして、それもねいくつか理由はあるんですけど、例えばトップスとボトムスで分かれてる方が肩こりに優しい。やっぱり黒いワンピースって上下の布の重みが全部に肩にかかるので、ワンピース結構最近私着るのしんどくなってきていて、もう運動あんまりしないからだと思うんですけど結構肩こりに効いてしまうので、なので今もうトップスとロングスカートで分けてる方が体的に楽だなっていうのが一つと、あともう一点、調整できる余白ですね。基本的に家で着てる服ってこういう本当にもうシンプルな何も装飾のないトップスが多いんですけど、特にリブ系のトップスとかが多いですね。伸びが良くて肩こりに優しいので、こういうトップスが多いんですけど、でも外に出る時とかはこういうちょっとね塗られたシャツとかも着たくなったりはするので、それにやっぱり合わせやすいのが今の私のこのロングスカートだなという感じで、調整する余白があるのがこのロングスカートとトップスで分ける着方だなと思ってるので、
それが1点と、あともう1点あるとしたら洗濯もトップスとロングスカートで分かれてる方が回数減るかなと思ってるので、どうしてもねやっぱりトップスって洗う頻度私高いかなと思ってるんですけど、着たら毎日洗うみたいな感じになってくると、ワンピースだとどうしても洗う面積大きいので体積もあるし、干して乾かすのも時間かかったりとかもすると思うので、そういう面も含めてやっぱりロングスカートとトップス分かれてる方が管理が楽かなと思ってたりしておりまして、でかつ私ここでシェイプ A ラインになる方が日本人身長ど真ん中の私的には157センチの私としてはバランス取りやすかったりするので、その点を踏まえると、私はロングスカートとトップスメインにクローゼットを作る方が物も減るしストレスも減るし管理がしやすいなと思ってるので、今のこのね感じになってたりとかするんですけども、なので本来は私多分これだけで、もうこのシンプルなトップスとロングスカートだけでクローゼットをそれだけにしてしまうっていうのはできるんですけども、それだけだとね、結局私洋服は好きなので逆にストレスになりそうだなっていうことで、毎日は着ないけど、例えば気分のスイッチを入れるとか、あと役割がある服、例えば人に会うからちょっといい服着ようとか、仕事用もあると思いますし、そういうのも踏まえていくつかはあるっていう感じですね。なのでここにかかっているのはアウターもあるけど、基本的には毎日着ない服とかがかかってたりとかしますね。でも結構シャツ系とかが多いですかね。ちょっとこういうデザインチックなシャツとか、これももう何年目だろう。結構クローゼットにある気がしますね。実はこれはちょっと前にお安く買ってしまったトレンチでございますが、トレンチコート、こういうのはもう仕事用かなみたいな感じで、仕事用というかきれいめシーンみたいな感じの役割の服だなと思ってクローゼットに置いてありますね。どうしてもねやっぱトレンチ着るシーズンって真っ黒全然私好きなんですけど、やっぱり気持ちをちょっと軽くしたくなる日とかもあるので、やっぱりこういうグレージュ系あるとそれはそれで楽しいんですよね。とはいえね、でもやっぱり私黒の方が気持ちは落ち着くので、黒比率が高いという感じのクローゼットになっておりますので、クローゼットもねこうやって減らした結果何が残ったかっていうと、服を減らしたという物量よりも選ぶ時間が静かになったかなと思っていたりもしますね。迷うけど自分の中でちゃんと理由を持って選んでるみたいな感じですね。ので迷わなくなったというよりは、迷っても自分の中で決着がつきやすくなったと言いますか。選んだ後に今日はこの服違うみたいなのが完全になくなりましたね。例えば気分が落ちてる日とかってクローゼットの前で何着ようって悩むと余計に疲れたりとか昔はしてたんですけど、それってやっぱり服で気分を引き上げようとしたりとかする側面とかもあったからだと思うんですけど、そういうのが今のこのクローゼットだと気分を引き上げるというより気分の邪魔をしないものになってきた、揃ってきたなぁと思っているので、なのでね、今のワードローブってこれ完成形ではないんですけど、でも今の自分にはちょうどいい感じに落ち着いたなと思っておりますので、また何か変化があったらその時記録していきたいなと思います。いやー、すっきりしております。